じゃあお願いしまはす。前回 RZ34 やらせていただいて、はい、ニスモだったじゃないですか、はい、あれも楽しいし馬力もあるし、トルコンのね最近流行りのつなぎ方というか、ね、壊れない感じも良かったんですけど、やっぱりこっちでしょと。まあそうですね、乗ってて楽しいっていうか、速くはないけど面白いのはこっちですよね。外装もただのものではない感じですが、中身がエンジン本体以外は一通りやってあります。Z って結構 NA でも上まで回すとパンチあるなと思うんですけど、これスーチャー仕様なんですよね。そうですね、スーチャーですね。H ケースの8555ってキットの、それでどれぐらい出るんですか？元が300ぐらいですか？前期って測ると多分250あるかないかだと思うんですよ。あ、詐欺。そう測った時に380は出てるはずっていうに、これでもね当時重いって言われたのに、今の車がある程度もう1600、1700が当たり前になっちゃってるんで、これで軽量化含めてどれぐらいなんですか？これでほぼほぼ外装がリアのクォーター以外はほぼほぼファイバーなんですよ。これでロールバーとスーチャー組んだ状態で1440。軽いな。そう、スーチャーが届いた時に箱でを測ったら30キロぐらいあったんで、NA にすれば1300にちょっと、いけるんじゃねえかってぐらいまでは。難しいですね。やっぱパワーもないと今勝てない時代になってますからね。そうなんですよね。結局 3.5 あってトルクがなんて結構言ってますけど、実際乗ってると速くは感じないんですよ。スーチャーつけるとだいぶパンチ出ますか？パンチ出てるんですけど、それでももうちょっと欲しいですよね。まあ今の車ってやっぱり500馬力ぐらい耐えられるタイヤになってますからね。正直500とかないとなんかおーはえーってなんないですよね。ならないですよね。昔500って言ったら大チューニングエンジンみたいな感じだったのに、今純正でね、危ない。でバンパーとかはこれどこのやつなんですか？トップシークレットのバンパーを左右にあるダクトを埋めて、ここありますね。そう埋めて真ん中をダクト追加して、その奥にオイルクーラーを入れてるんで。なるほど、ここですね。ベースはここに穴があってっていうところもちそうです、ょっと自分で小細工をして。そうです。このバンパーがやっぱり Z っぽいなっていうか、ロングノーズの方がいいっすよね。かっこいいっすよね、やっぱり。かっこいいですね。380RS がもうこの形状だったんで、全然違和感ないのと、逆にこっちが本来の形なんだろうなと思って。でそこにボンネットとかも変わってるんですね。ボンネットはハセミのボンネットにダクトを追加して。いいですね。これダクトとかどっから出てるんですか？これはレディーゴネクスト。ああ、そうなんですね。ダクト追加するとやっぱりかっこいいですね。そうです。お湯を前から洗車の時かけるとちゃんとそこから出てくるんで。出てますか？ちゃんと抜けてるはずなんですよね。まあこれは抜けるでしょうと。開けてるところもこうね、ここから抜けてるとあとここがちょっと滞留してる部分も全部出ると思うんで、でここも牽引フックがついてて、そうです、牽引フック。何が壊れるかわかんないですからね、チューニング系は。で Z って前にレインホースのとこつけるようになるんですけど、そうするとちょっとしたコツンっていうのでフォアサポがプラスチックなんで割れちゃうんですよ。なので被害をなんていうんですか、大きくしないためにも向こうにしとかないと。なるほどね。そういう小細工もやっぱ必要なんですね。そうなんですよ。でこれ後期のヘッドライトになってるんですね。後期ヘッドライトですね。やっぱこっちがかっこいいかなっていう。いや、後期ヘッドライトの方が絶対かっこいいですよね。そうなんです。でもうみんな黄ばんじゃってるんですけど、これだいぶ綺麗ですね。これはもともとフィルムを貼ってあったやつなんですよ。それをこの間ちょっと汚ねえなと思って剥がしたらすげえ中から綺麗なのが出てきて。いやこれ最高じゃないですか。なかなかいないですよ、こんなに綺麗なやつ。そうなんです。でね、やっぱ後期のヘッドライト、ここがね個人的には好きです。そこがかっこいいんですよ。点々とね、ここつくんで。でフェンダーもかっこいいですね。フェンダーは俗に寸止めフェンダーと言われてるやつのここのダクトを追加してるんですよね。そういうダクトないんですね。そう、もともとないんですよ。3連ダクトだったのをここ追加してて、すげえめちゃくちゃかっこいい。これなんか汎用とかをやってるんですか？いや、もうこれは一から同じような形にしてって言って。めちゃめちゃいいですね。こっちをね、出る方はつければいいんですけど、中に入ったこれってね、やっぱ加工しないとできないんで。そうなんですよ。そうだから結局バンキ屋さんの腕じゃないですか。確かに時間もお金もかかるやつですね。だから僕はこういう感じでしか言ってないんですよ。そうするとそういうことねっていう。もういつものやつね。分かったっす。関係値があるからこそのね。でもうフレームは丸見えで切って、このまままっすぐビーって切っちゃって、エアソで切っちゃって、もうあると全部ほぼ隠れちゃう。なんかこういうフレームなんか袋になってるんですよ。それを上だけそれは絶対切りたいですね。そうですね。
なるほど。あとガナドールがついてる。これは本物です。これ本物。これは本物。この Z2 代目作るときに、1代目もガナドールだったんで、いやもう絶対ガナドールだっていうのでもういくらでもいいから買うっていう。いや確かに13万ぐらいまで頑張って、もういくらでもいいからさ、もうこっちに別に、もう負ける気なくどんどん入れる。聖杯されてるとみんないくらでも入れちゃうからな。そうなんですよ。でもね、やっぱこの前から見た時はガナドールらしい。そうやっぱね、ガナドールが僕は一番好きなんですよね。いやーかっこいい。でもこのミラーもこんな高くなると思わなかったですもん昔。もう大量に買っとけばよかったと思って10万とか当たり前ですからね。当たり前ですね。でこれルーフが N1 レーシングのカーボンだからベコベコですね。おベコベコですね。ワンプライなんですかねこれね。でこれラメ振ってるんですかこれ。これはラメ入ってます。クリアにラメが入ってます。すげえ。みんな見せたいのにあえてここはちょっとぼかしそうサイドステップが380。そうです。 380RS の純正ですね。薄っぺらい感じでこれいいなとはも思ったんですけど。ともと僕バンパーカットをしてたのをスキットレーシングさんのやつが切れば僕の理想かなっていうので。ハーフバンパーみたいな感じそうです。ハーフです。ここは純正ですよね。だからそうです。ここは純正。そこ純正です。はいはいはい。あこれいいですね。 Z だと大体バンパーカットにしてこうちょっと寂しい感じになるんですけど、これいいですね。あとこの塗り分けによってこのボテッと重く見えないですよね。そうですね。これがあるおかげでちょっと後ろが長くなるんで Z のそうちょっと悪いこの丸っとした感じがないんで。そうなんです。そうこのね丸いのがあんま好きじゃなかったんで、はい、なかなかいないんじゃないですかこの野郎。これねなかなかいないですよね。安いんですけどね、なんか3万ちょいぐらいで、塗装と加工代の方が高そうな結局そうなっちゃう。そうですよね。でこれもドアなんか怪しいですね。ドアもファイバーです。ちょっと開けてもらっていいですかこれ。結構軽くなりましたやっぱり。軽いですね。ただ閉めるとき軽すぎず弱すぎる。ベタンって感じですかね。その分絶対ロールバーはちょっと欲しくなりますよね。ロールバーなんでちょっと怖いんじゃないですかね。ちょっと待ってください。これ閉まるとき完全に1号とかと一緒の音するんですけどシルビアみたいな。なるほど。 Z でちょっと重厚感あるドアの閉まりだったはずなんですけどね。ちょっとね軽くなっちゃったんです。そうですね。まあでも軽くしないとやっぱこの車の良さが出ないんでしょうけど、であとホイールはいつものいつものです。いつももうこれしか持ってないんで。これなんてやつなんですか。トレーサー GTV。反りというよりかはこのハブの深さが、このハブの深さだったりとか、はいはいはいそっちの方が好きなんで。なるほど。であとは F50 キャリパーですかねこれは。そうです。でロムローター。パッドがね今回僕これ ABS キャンセルしてるんでバランサーなんですよ。前までは初期精度がすげえのつけてて、もうそうするとどうしようもないロックしちゃってどうしようもなくて、だからちょっと制動力落としてるんですよねフロント。だいぶ乗れるようにはなったけどいまだにふとしてガーンって踏むとフルロッそうクしちゃう。本当結構危ないんですよね。やっぱりこう昔から言われてる ABS がリア足が伸びないと結局浮いちゃってスイフトとかも良くなるじゃないですか。あれと同じなんですよね。あれ怖いですよね。そうなんかブレーキ超下手じゃんみたいな。でこれリアも投資サイズですか。リアも投資サイズです。いやいかついなこれ。でリアのキャリパーに関しては純正キャリパーでローターだけ Z34 とかの350倍ローターです。これで今ちょうどバランスはいい感じなんですか。踏めば踏んだだけ効いてるような感じはするけど、もうちょっと効いてくれてっていうやっぱり ABS をボッシュの新しいなんかいいやつにするしかないのか。 Z34 とかは問題が解決しなくて、ボッシュのレーシング ABS を使ってるっていう噂も聞きますし、なんか理由できればいいですよね。そうでこれハッチも変わってるんですか。ハッチはスプリですね。エスプリなんですね。これはウェットで。ウェットなんですね。あとはもうウイングもエスプリ。昔だけセンターマウント微妙だなと思ってたんですけど、今もう当たり前のように。そうだから僕は1代目のズッサンさんがガレージマックで両サイドについてたんですよ。なるほど。でその次にバーチカルをつけてたんですよ。センターマウントで探すとエスプリが一番かっこいいかなっていう。そうですね。もうあとはスワンネックぐらいしかないですもんね。そうなんですよね。これいいっすね。ちょうど距離感もいいんですよね。遠すぎずそうなん近すぎず。なんか絶妙な感じで、これ位置によってはすごいかっこ悪くなるじゃないですか。いや間違いないです。そう昔はでも僕端がかっこいいと思ってました。僕もそうでした。ですよね。そうやっぱ時代。そうレースカーがこうなってきたからこう自分たちもそう思うんですかね。それもあると思いますよね。でテールがこれ後期の。これもそう後期テールですね。はいはいはい。あとマフラーはこれどこのやつですか。ジャストオンで作ってもらった。市販マフラーじゃ全然パワーが出てなくて、なので Y パイプを70で作って、で集合から後ろは90パイでずっと引っ張って
すごいなこれ。あとやっぱこっちにオイルクーラーもつけちゃうと、デフクーラーかこれは。そうです、デフクーラーですね。本当はここのパイプがすごいかっこいいんですよ。確かにね、エビ缶って言われてる。エビね、これもう溶接うまい人じゃないとこんな綺麗にできないですけど。だから本当は見せたくてつけたくなかったんですけど、つける場所がなくて確かにここ以外もう真ん中、いやでももう太鼓あるしなかなか難しいですね。ちょっとこれハッチ開けられますか。軽そう。軽量化する部分は基本全部できてるのかな。ここに Z ってターバーがついてるじゃないですか。全部スポットから剥がして邪魔で荷物詰めない、そうタイヤ詰めないみんな荷物詰めないっていうのもあるし、あれが結構重いんで、これはなんかデフクこーラーれは僕フロントだけエアカップをつけてるんで、エアカップついてるんですかそこうエアカップのコンプレッサーと、あとこのエアカップ用のタンク、デフクーラーのポンプはこっちにいるんですよ。こっちにいるんですか。そうで、ここに穴開けてここ通してるんで、マフラーのねそう熱も臭いんでここにですね。いや大事ですでロールバーはこれどこのやつですか。これはサイトロールケージで9点に追加のやつが3個あったんで、それを後ろにつけて。ロールバーもあった方がいいですか。どうすか。 Z って僕の乗った感じだと前後がなんかふにゃふにゃしてる、繋がってないようなイメージがあったんですよ。なるほどね。リアゲートのハッチでかいですもんね。まあこれだけでかいと若干ふにゃふにゃしちゃうのかなっていうところもあるし、そうですね。ちなみにこれパネルモードでつけるとこんな感じになるんですね。そこまでルーフの部品があるんで、溶接剥がしてやってる。 Z はスポット溶接だけなんですよ。よくあるシルビアとかってリアクォーター切るじゃないですか、あれがないんでパネル状態でポロンって取ってでパネルボンドでつけるだけなんですよ。じゃあちょっと室内いいですか。でもやっぱりドアは軽いですね。軽いんですよね。ちょっとでも頼りない、確かにちょっとねペラペラした感じありますけど、そう内装はここのパネルだけ中金のを使ってるんですよ。ドリンクホルダーがここにつくんですよね。これいいですね。そうこの車ドリンクホルダーないんで基本全くないですね。さすがにドリンクホルダーそうさすがにちょっと欲しいんでここら辺ももう紐になってるんですか。これイギリスだっけな、なんかどっかで作ってるんですよね。そうなんですね。そうこういうの売ってるんですね。もう今ねこういうの流行りですからね。 GT3 っぽいのがいいじゃないですか。 GT3 っぽいのがいいですね。そうで内装はもういつものいつものシートです RMS そういつも通算600買ってるんですよ。そう僕も多分ね今600枚ぐらいかもしれないですね。やっぱねなんだかんだこのシートがヒットするんですよね。今度ちょっとシェルの部分塗ろうかなとは思ってるんですよね。いいですねいいですね。であと懐かしいデフィのディスプレイなんちゃらかんちゃら、これまさかね油圧サイドついてるんですか。これブレーキバランサーをちゃんと室内に持ってこようとした時に、油圧サイド付きのセットを買った方が楽だったんですよ。これ普通にドリフトできますね。そのパツンもう1台でなんか両方遊べる方のがいいのかなと思って確かに馬力もあるしちょっと座らせてください。どうぞ。いやもういつも作る車が大体オーナーで似てきちゃいますね。同じような車になるというそうそうじゃあこれもうここパツンと効けばドリフトもまあやろうと思えばできます。これもウィルとこれどれぐらいするんですか。こんなバランサーってこれでもキットでマジで高そう。でもそれまで10何万ず ABS のそのキャンセルブロック付きででも意外ですね。もっとなんか2、30は確実にするのかな。そんなしないんですよね。これコンピューター何で制御してるんでしたっけ。F コン IS でしたっけ。僕ねリンクも持ってるんですよ。セッティングお願いしようと思っていろいろ話はしてるんですけど、そろそろかなと思うといやこの走行が行きてえなとかまあ結局時間かかりますからね。どうしてもね。そうするとなかなか行けなくて。なるほどなるほど。クラッチとかは何使ったらいいんですか。これ OS シングルですね。OS シングルですね。まあでもまだそんなにめちゃ重でもなく。そうです。そんなに重くないと思うんですよね。シフターもシフトでメーカーがねこれクーラーワークスだこれ。そうこれなんかね BM とかはこれ結構出してるんですよね。クーラーワークス。そうなんですよ。CAE を E36 の時使ってたから。なるほどね。でなんかこの CAE が Z33 を作りますみたいなアナウンスしてたんですよ。でも全然出てこなくてまた先にある。いやこれいいですね。クーラーワークス結構BM でも人気ありますね。そうなんですね。まあ結局この辺でもうそんなにフィーリング変わらないというかまあここのセンターの感じだけがちょっと違うかなぐらいで、まあ、ほとんど一緒な感じもありますし、あとこれサイドマジで遠いしこれ引けないですね。これそうなんですよね。だから油圧サイドがついたことによって坂道発進の時にこっちでいいわめっちゃこれいいですね。確かにこれ某 GK テックのやつなんだこれ。そこはね GK テックなんですよ。ちょっとエンジンかけていいですかこれ。どうぞ。クラッチ踏まないとダメなんでこれ。まあかっこいいですねこれはね。
やっぱ音質変わりますね若干。 Z33 って何を盗聴にすると独特の音はなくなるんですよね。ボロ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 って感じですか。これマニも変わってるんでしたっけ？マニはパワークラフト。パワークラなんですね。パンチありそうだな。これは絶対気持ちいいでしょ。やっぱり原稿者よりこっちの方が楽しいのかなもう明らかに楽しそうだもんな。そうだからね、Z33 ってなんかちょっと電スロだったりとかいろいろ電子制御がなんかちょっと突き出してるけど、今のに比べたら全然可愛いもんなんで。そうですね。自分で操ってること以外のことをやられるとなんかな、別にいいんだけどなみたいな、直接的な楽しさはやっぱりこういうアナログな車の方がやってるぜ走ってるぜって感じありますよね。この車は特にトラコンとかも全部カットしちゃってるんで、でなるほど ABS が今ないじゃないですか、制御系は何もついてないんですよじゃあちょっと最後エンジン見せてくださいこれ。はい。だって実際に Z のニスモだったらもう1000万じゃないですか。もうそう実際そうなんですよね。もう普通に大高級車ですもん。さあ懐かしい。これもなんかいろいろ変わってるんですかこれ。まずここのインマニのスペーサー入れて容量を増して、ここはインマニになるんですかね。この VQ ってインテーク側のなんです空気量が足りないらしいんですよね。でここにスーチャーがついて、そうスーチャーがついて前置きインタークーラーが。どうなんですかこれ。結構温度的にはもうそんな問題ないですか。油温がすげえ苦しいんで、苦しい油温を下げたくてセトラブで売ってる一番でっかいサイズのオイルクーラーを上の方にこのちょうどこのところにつけてて、ホースもみんな10番のホース使うのを12番のホース使ってそれでやってますね。サーキット 3,4 周ぐらい前回は全然大丈夫大丈夫ですね。久々に見ました。このレベルゲージちゃんと引っ掛けてるいやこれねレベルゲ大事ですよージのパチッとはまるところのリンが5番じゃないですか。あれが本当すぐダメになるんですよ。一回僕富士でそっから吹いたことあるんで、うわだるいっすね。もうそれでもう嫌になって結局これやってるだけでも 90% 以上は抜けなくなると思うんで、これは大事ですね。あとはデフ周りとかどうなってるんですか。デフはクスコの 1.5 ですね。なんだ足はメーガン久々に聞きましたでもいいですね。メーガンのコイルオーバー、リアもコイルオーバーで。コイルオーバーになってるんですね。じゃあちょっとぜひ今まで作ってる車で一番気合が一応これがメインなんですよ僕これがね夜な夜な遊び号よろしくお願いします。はいお願いします。マーマとお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日寒くね。寒いです。寒いわ。いやもう撮影してる時クソ暑かったのね。急に寒くなりました。いやこの急に寒くなった時に最近気になる商品があって、これポケットからドクターチルなんせ。こういうさ撮影終わりのこの夕暮れ、ちょっとこういう時一回チルしたくなったりリセットしたくなる時あるやん。そう1日50回ぐらい起きるんですよいっぱいタバコ吸っちゃうと思うんですけど、こんなチルしたい時に一番いいドクターチル7000ってやつが、電子タバコみたいなんですけど、ニコチンもタールも入ってないタイプだから重い感じとか全くない全然ないですね。ちょっと軽く吸ってみて。結構煙出てね普通の電子タバコより倍ぐらいは出てます、倍ぐらい出てる。で今回はこれなんと7000回セールらしくて、紙タバコでいうと35箱分ぐらい。そのくせ1箱3580円、爆安でしょ。電子タバコの6分の1ぐらい、その箱数買うんだったら。そうでみんなね最近禁煙も流行ってるし、タバコ吸えるとこもないしね最近。そうなんですよ。で今回これフレーバー16種類ある中の抜粋して送っていただいて、こんだけあったらちょっと迷うよな、どれがいい。さっき吸ってみてでこれだけあるともうフルーツ系もあるしミント系もあるし甘いやつもあるし、1個だと飽きるけど何個かあると気分転換でいいよね。あと好みが選べるんで。確かに。で結構味も濃いめじゃない。マンゴー系とかさっき吸ってみて結構フレーバー強い。フルーツ系は結構フレーバー強めなんで、それのくせに全部ちゃんとミントは強めだから結構喉はすっきり。逆にメンソール好きな方には結構うってつけの製品ですね、なるほどね。一応俺の推し的にはブルーベリーかな。私も私もねよく C 社行ってもいつもブルーベリー系かラズベリー系とかになるから、そうなんですよね。結局吸いやすいんだろうな日本人にとって。結局ベリー系が一番吸いやすい。そうはいでこういった走った後にちょっと落ち着く時間にちょうどいいし、コーヒー飲みながらは結構ありだと思ってたら、なんとここにコーヒー2回分が並んでてなぜか置いてあるこれ我々の仕込みじゃないからね、ちゃんと置いてあったという。なぜか置いてありましたでねこれ後で車内でも吸いますけど、マジ匂いが残らんのよ車内に。全くしないですね。ちょっと窓さえ開けとけばもうその煙さえも全部出てってくれるし、車の中でも気にせず使えるのは紙タバコとか電子タバコよりはかなりいいんじゃないかなと。
結局やっぱ吸わない人からすると結構匂いが車内に残ってるっていう僕も昔言われてたので、でしょうね。じゃあちょっとせっかくだから車内吸ってみよう、はい、ちなみに車内で吸うとこんな感じ。ちょっと結構爆煙だけどすぐに煙も引いてくれるし、マジで匂いは残らない感じ。匂いが残んないのが一番です。じゃあちょっとスタートしていただいて、ああダメだ、はーってなるわこれ確かに落ち着く。まあ結局さ、長距離運転とか撮影が続くと、まあ、間食も増えるしガムとかもお菓子も食べたくなるけど、こういったものがあるとちょうどいい一服になるね。これなら太らない。確かに太らないも大事で、一応これ気になる人向けに俺がちょっとねご了承して視聴者クーポンとしてかなり安くしていただいたので、1個あたり500円ぐらい安くなるかな。なんでそうなるともう3000円ぴったりぐらいで買えるんで、ぜひ1回試してみたい方はチェックしてみてください。まあでも買う時マジで1回みんなフレーバーが多すぎて悩むと思うけど、どれがいいかな。マジで初回だったらマジ悩むなこれ。正直僕はブルーベリーをとりあえず買っとけば外れはないと思います。まあレモンも当たり外れないかなと思って、まとめるとフルーツ系は外れはないです。確かに今回に関してはこの充電とか一体型になってるから7000回吸えたら捨てるみたいな感じなんで、まあ、リサイクル的な要素はないけど、でもそれだからこそいいよね。バッテリーだけとかだったらバッテリーがいっちゃうともう使えなかったし、概要欄ちょっと載せておきます。まあとりあえず 2,3 本買っといてもありだけどね。まあそれでも1万円ぐらいだし、 2,3 本買ったらもう2万1000回吸えるって考えたらという、まあ車はねこういう車内みんなで移動する空間なんで、そういった方におすすめなんじゃないかなと思います。はい、ぜひチェックしてね。Z もこれぐらい軽くすると楽しいんだろうなと。やっぱ車は軽ければ軽いほど偉いという。まあそうですね、大変ですけどね Z もなかなか。でもバキバキですね。これでもねだいぶ効かない方なんですよこれでそう意外ですねまあでもね、国産チューニングカー乗るんだったらこれぐらいでもいいでしょうと。そうまあ外車でこれだったら嫌ですけどねこれデートカーではないですねうんでもねこれだいぶ静かになったんですよマフラー。本当ですか。前透明のマフラー使ったりとか柿本のストレート使ったりとかしたんですけどもううるさすぎて。Z ってうるさくしようと思えばいくらでもできますよね。そうでも静かなマフラーが良くてだいぶ消耗してますね。そうだいぶ消耗してるんですよ。これパワークラの駅マニがいい仕事してんのかな。そうこれね駅まで変えただけですげえ音変わりましたからね。この雰囲気はやっぱ Z33 にしかないですね。そうなんつったらいいんだろう、ちょっと大きな86。わかりますわかります。ちょっとなんかこのなんだろうな、チキチキ感あるというか、そう、おもちゃ感があるというか。出た当時はラグジュアリースポーツだったんじゃねえのかなっていうのがなくなっちゃってるんで。そうですね。まあもう今の車がラグジュアリーすぎて、まあ、そこに慣れちゃうとこれでも質素に感じますしね、どうしても。そうなんですよね、なんか全然ラグジュアリー感ないですよね、装備といいないですね。いやでもこれさすがにやっぱ軽く感じるだけでもトルクはありますね。ただね RZ 乗った後だとおっせえなこれっていうそれは無理でしょ。あの馬力感はどうしてももう勝てないですよ。気持ちいいっすね。10% ぐらいは速い気がしますけどね。10%、20% ぐらいは。そんな速いと思うんですけどね。下級機ついてるとはいえエンジンがやっぱノーマルなんで、ブーストもコンマ45とかそんぐらいしかかかんないんで。そうですよね、あんまかけてないですよねこれ。多分そうなんですよ。だから早めに本当エンジン強化作ってちゃんとブーストかけたいんですよね。そうですよね。あと足が意外にしっとりしてますね。結構硬いんですけどね実は。ボンネルと結構高めでしたよねこれ。高いですよ。フロント24とか2とかで、後ろ直巻きの12なんで、コイルオーバーにして12だから、普通のZ の絶対で考えると20キロ近いレートになるんで、全然硬すぎない。ただこれもやっぱり何回も試して、だからうちにバネいっぱいありますよあるあるこれなんか独特な位置だなこの4が。そう今度こう入れないなんか多分 Z がそうなんだと思うんですよね。なんかねちょっと違うんですよね。だから逆にねシルビアとか乗ると、あれってなる逆にねこれになれると。そうこれはブレーキだいぶ
タッチ重視してますね。初期精度落としてそうそうそう奥でコントロールできるように。ああ、なるほど。僕はこういうブレーキ好きですけどね。まだどっからこれ来るロックするのかがまだ。そうなんですよ。 ABS がないとほんと怖くて、これまだまだいけるんだけど、どこまで動力いっていいのかなって分かんないです。これマスターも変えてるんですよ。あ、そうなんですか。27パイって純正って確か1インチだから 25.4 なんですけど、はいはいはい、ちょっと大きいの使ってるからタッチもノーマルより良くなってるんで、すごいいいですね。なんか外車みたいな飛び心地してますよ。なんだろう、これはやっぱ ABS ない車で久々に乗ったんであれですけど、慣れないと絶対これ奥まで行けないですね。そうみんな言うね、昔の車って ABS がバカでとか言うけど、いやそのバカに助けられてるよっていうバカでもやっぱ優秀だな ABS は。そうやっぱね ABS あった方が本当はいいと思います。いやーでも気持ちいい、トルクもあるし音が気持ちいいですね。やっぱり Z らしい、だいぶ Z らしさ消えてますけど。そうです、多分他の車よりかは全然 Z っぽくないですよね。そうですね。こっから大体ベロベロってなっちゃうんですけど、だいぶ粒を頑張って整えようと、そうそうそう細かくしようということたまに来るこのバンピングが若干気持ちが良いアクセルオフにして軽くアクセルに乗っけると、はいはい、そうするとバイブリングします。あ、そうなんです。そういう感じなんですね。そういうセットにしてなってるんですよこれ。わざとなってるんで。あ、これあえて点火を遅らしてる。そうですそうです。これは NA 時代にそういう風にセットしてもらってたんですよ。これ気持ちいいな。だからバブリングが調整できるんですよ。確かに自分でできる。これは面白い。だから前がちょっと詰まってて、もう遅えよめってなったらちょっと乗っけてこれいいですね。あとこのマフラーめっちゃ好きかもしれないです。なんとも言えないいい音しません？なんとも言えないですね。これトンネルで窓開けてね、夜とかちょっとかっ飛ばしてたらめちゃくちゃ気持ちいいだろうなと思って、すげえ。やっぱ Z もな、結局ここまでやろうと思ったらアバウトどれぐらいかかるんですか？何も迷わずにこの仕様っていうの作れば500万ぐらいでは多分いけるんじゃないですかね。ベース、まあちょっといいので200万とか100で買ってきたとしても、まあそれぐらいでそうですね、そんぐらいで多分いけるんじゃないですかね。僕はだいぶ遠回りしていろんなことやってるんで逆に次作る人はお得かもしれないぐらいそうそう近道できるね。そうこれで乗っちゃうと Z 楽しいってなるんですけど、結局買ってきたらなんだこれってなるんですよ。そう、NA はねもっさりしてるんで、このやっぱりフワンってやった時もフワンって感じなんですけど、ここまでね気持ちよくなってるといいんですけど、あとはねその車体もやっぱ重いんでノーマルはでもこの車でもめっちゃ軽く感じます。なんか乗ると軽く感じますよね。軽く感じる。でもそんなに1440だからそんな言うほど軽くないんですけどね。確かにこれ前後足が一緒の動きしてくれるんで結構楽ですね。それはあるかもしれないですね。フロントのバタつきがなくて後ろも結構マイルドな感じなんで、はいはいはい。こういうとこも跳ねないですね。そう、そんな跳ねないと思います。ただやっぱね、硬いは硬いですよね。硬いは硬いけど、だいぶあれですね。これ気持ちいい。これやっぱ最高っすね。これ最高っすよ。まあまあ最高っすよ。気持ちいい。これでもあれだな、ずーっとこれ乗ってると耳がボーってして、家帰ってもなんか耳がバウバウするというか静かになったとはいえうるさいんで。そうですね。やっぱり Z ってこう空間的にこうこもりやすいのか、ちょっとこもってる感じがありますよね。ヒーランドドゥした時も結構エンジンのレスポンス軽く上がりません？ああ、レスポンスはいいかもしれない。でもフライホイール OS のセットのやつだから多少は軽いですよね。この辺がやっぱ全然違いますね、上がりが。ああ、そうですね。そう考えるとこれもうちょっとブース上げたらさらに速いだろうなと思ってかなりマイルドにしてますもんね。これ多分すごいマイルドだと思いますよ。割
力も400ちょいぐらいまでは全然いけるんじゃないですかね。本体が持たないんですよね。やっぱエンジン本体ダメだ。そうコンロットが持たないんですよ。結局だからブロック強化してコンロット変えてでノーコンプ入れて、やっぱお金かかるな。そう結局お金かかっちゃうんですよ。楽器だ。やっぱ楽器っすねこれ。これ楽だ。なるほどね。やっぱ軽く感じるな。もうあとこの芝も意外にタイヤ構成そんな悪くないっすよ。悪くはないですよね。面白い。なんか空力もなんかちょうどこれぐらいでいい気がします。そんな飛ばしてないからあれですけどありすぎてもこの車ももうパワー負けちゃうんじゃないかなと思って。フロントはちょっとアンパレ作ろうと思ってて、今はフロントの空力、まあリアはねもうウイング次第でどうにでもなるんですけど、だからフロントはどうしようもう出していくか、カナダなんて大したことないし。そうですね。下作んないとやっぱり。そうですよね。でフレームから釣らないとやっぱり意味ないですよね。そうだ、もう材料は揃ってきてるんで、あとはやる気があれば。やる気と時間がある。そう。これ気持ちいいな。なんかこれは流してても僕結構満足しそうな感じします。まあサーキットはもちろん楽しいと思うんですけど、マジでちょっと大黒行ってお茶飲んで帰ろうかなぐらいでもすげえ気持ちいい。あと山とかも行きたいですね。山はね意外と面白いですよ。Zってね大きいからやっぱり山って苦手なのかなと思う人結構いると思うんですけど、僕基本山なんで。ああそうですね。山も全然行けますよ。これ山面白いだろうな。結構この感じだとキビキビ動いてくれそうなので Z らしいこのダラーという感じはあんまりなさそうな。それはないですね。 Z も意外にホイールベースあるじゃないですか。そこはそう意外とあるんですよ。 RZ34 の方が短くなってるんでしたっけ。短いです。あっちの方が短いです。こっちの方がちょっとセダンっぽいようなこのちょっとだらっと流れた後も怖くない感じはあるんで。ああそれはあるかもしれないですね多分。これなんか本当入門用でいいはずだったのに、値段が入門用じゃなくなりつつあるんで結局だったら GR86 買うわってなっちゃう。まあだから最近古い車があんまりこう相場すごく動いてないのも結局今の車っていいよねってなってる気がして、もう一周回って昔は一昔前はこうそういう車がなかったんで、そうですね、ずっと上がり続けてたと思うんですけど、やっぱパーツ問題が嫌じゃないですか。ああ確かに。まだ Z33 あるのかあれはちょっと分かんないですけど、なんかないのもあるって言ってましたよ。もちろんもうホンダとかになるとパーツどんどんなくなっちゃって、壊滅的ですからね。そうですよ。ゴムモールとかなくなってくるともう綺麗にしようがない。本当そうなんですよね。でもヘッドライトとかももうね転売屋さんがもうぶち上げてくるじゃないですかそれが仕事なんであれなんですけど、そう本当そうですよね。だからなかなか綺麗に乗り続けるのも難しいなっていう。そう考えると GR86 なんて多分ディーラートヨタ行って1週間後ぐらいにはもうパーツ揃ってるじゃないですかね、安心ですからねやっぱり。安心ですね。認定中古で買って保証付きでタラタラ乗ってたら何も怖くないですからね。そうやっぱねその大事に乗ろうと思ってんのに部品がないのってすごい萎えるんで。萎えますね。まあ Z はまだその社外でいろんなアフターパーツがあるんでまだなんとかなってますけどね。なんかねみんなスロポチ掃除したら調子悪くなってどうかなとかなんか日産のいいインジェクターとかはもうこれ3号のとかになってるんですもんね。もうそうこれは3号インジェクターですね。まあそういういろんな流用できるのは面白いですけど、ちょっとこう加速法定速度内にするだけでも気持ちいいですねこういう車は。でも一回乗るとやっぱりちょっとサーキット行きたくなるな。そうやっぱねサーキット行きたくなるんですよ結局。そうなんか結局帰ってきて気持ちよかったけどやっぱサーキット行きたいな結局そうなる。そうなんです。このシングルがすげえ扱いやすい。でもねこれノーマルから比べると、これでもねなんか最初はシビアで感じたんですよね。まあこれ昔のねツインとかトリプルがあれはひどかったですよね。ひどかったっすね。昔のはひどかった。つないだらもうガターン。そう
これどうやって乗るんだろうっていう。そうなんですよ。これ一般ユーザーにするんじゃダメだろうと思うぐらい競技専用にしてよみたいな。あれスタートできねえよ本当っていう。本当にもうちょんガーンみたいな。いや気持ちいいな。やっぱ日本のチューニングカー乗るとやっぱり乗りたいなと思うんですけど、自分がやりたい仕様までやると結局結構お金かかるなと思って結局だから言ったようにケイマンなんですよ。それ何回も言える。そうケイマン買った方がいいね。いろいろ幸せなんですよ。いやありがとうございます。早めに気づいた方がいいんですよ本当に。本当気づけなかった人たちがねこうずっともう